まだ生物が存在していない数十億年前の地球。大質量隕石が衝突し、そこから卵が飛び出しました。その卵の名前は、白キツキ。白キツキの中には、アダムという巨大生命体が入っていて、とても生命力の強い人というものを十数体生み出しました。これから活動を始めようとする人ですが、地球がめちゃくちゃになり、活動を停止してしまいます。めちゃくちゃになった原因が、これ。またまた隕石が地球に衝突。今度は黒い卵が飛び出しました。その卵の名前は、黒キツキ。黒キツキの中には、リリスという巨大生命体が入っていて、人間などの様々な生物を生み出しました。時が経ち、人類は南極大陸で、白キツキとアダムを発見。いろいろ実験とかしていたら、アダムが大爆発。セカンドインパクトが発生してしまいました。その後、日本の箱根の地下で、黒キツキとリリスを発見。そして、再び活動を始める、人の目的はリリスと接触して、人類を滅亡させること。人類は黒キツキの上に、第三神東京市を建設し、その下にネルフ本部を作って、リリスを守ります。ちなみに第三神東京市は、中心の高層ビルが可動式になっていて、地下に格納されると、結構、すっきりします。超補足。使徒の進行。ここでは、使徒が第三神東京市にやってきて、最終目標である、リリスに到達するまでの一連の流れを紹介します。なお、演出の都合上、使徒を若干パワーアップさせています。ご了承ください。それでは、使徒が進行する過程を見てみましょう。海から上陸する人、そこに戦闘機や戦車部隊が立ちはだかります。たくさんいるので相手をしていたら、キリがありません。とりあえず逃げます。かっこよく着地しました。しかし、今度は強力な N2 地雷をお見舞いされます。使徒の活躍もここまでです。ご視聴ありがとうございました。生きていました。すっかり夜になってしまいましたが、なんとか第三神東京市に到着しました。そして現れる、エグアンゲリオン初号機。すぐに暴走状態になって、パワーアップする強敵です。パワーを見せつける初号機。しかしここから使徒の反撃です。尺の都合により、省略します。省略した結果、エグアンゲリオン初号機を撃破。次なる目的地は、地下のジオフロントです。しかし、地上と地下の間には、特殊装甲というものがあり、突破は困難です。ここで、最強クラスの攻撃力を持つ人が登場。これは期待が持てます。少々時間がかかりましたが、なんとか破壊できました。穴掘り再開。実はこの特殊装甲、20層以上もあります。人類の本気度が、垣間見える設備です。ついにやる気をなくしてしまいました。仕方ないので少しだけ助けてあげましょう。第三神東京市の地下にある、ジオフロントに到達。目的のリリスまで、だいぶ近づきました。この三角の建物が、ネルフ本部で、
上のところにある部屋が、ネルフ総司令官、公務室です。もはやこれまでか。ああ、間違いない。使徒だ。そんなのんきなことを言ってる場合ではありません。しかし、ネルフのエグアンゲリオンは、まだまだたくさんいます。エグアンゲリオン2号機。エグアンゲリオン3号機。エグアンゲリオン0号機。ここに来て、エグアンゲリオンを3機も投入。絶体絶命のピンチです。見事に撃破しました。爆発の衝撃で、地面に穴が、とりあえず入ります。穴はちょうど、メインシャフトに繋がっていたようです。この先には、色々な施設があります。ここは第一発令所、戦闘を指揮する重要な場所です。ここは射出サブターミナル、エグアンゲリオンが発進する場所です。せっかくだから、色々破壊したいところですが、今回はスルーして、先へ進みます。ジオフロントの最深部、ターミナルドグマに到着。ここにいるのが、使徒の最終目標、リリスです。ちなみに、新劇場版で登場するリリスは、テレビ版よりも数倍の大きさがあり、でかいです。でも、今は関係ないので、デカリリスには退場してもらいます。やっとリリスと接触して人類滅亡。と思ったら、ネルフは、自爆装置を準備していて、人と差し違えてでも、人類の滅亡を阻止します。自爆装置が作動しました。人にしてみれば、ここまで頑張ってきた努力も、水の泡です。そこで、今回はなかなか努力が報われない、使徒にスポットライトを当てた。第3新東京市、破壊ランキングをお送りします。第10位。登場回。静止した闇の中で。はぁ？バカじゃないの？何を言ってるのよ。あんたバカ？突然ですが、理想と現実って結構違うものですよね。第10位は理想とかけ離れたある一日の出来事をお送りします。中学校の授業が終わり、訓練のため、エグアンゲリオンパイロット3人組は、仲良くネルフ本部へ向かいます。現実のモノレール駅は、なぜか薄暗く、機械も反応しません。ほら、変わりなさいよ。もう壊れてんじゃないのこれ。理想では、モノレールに乗って、ジオフロントを囲う。綺麗な景色を眺めているうちに、ネルフ本部に到着です。実際には、モノレールに乗ることができず、謎の通路を歩いて進みます。ネルフ本部での何気ない日常。そういえば食堂の鴨南蛮そばが消えたが。ああ、私もその話興味あります。俺にも語らせてくれよ。現実では空調が止まり蒸し風呂状態に。暑いです。司令も副司令も我慢できません。ぬるいな。あ人が襲来。今日も元気に出撃です。エヴァンゲリオン初号機発進。人類の英知を集めた設備に優秀なスタッフ。敵が来たら迅速に対応します。エレベーターが停止してしまい、ミサトの暴行は限界ギリギリに。現実とはいつも過酷なものです。どうしてこんなことになっているかというと、第3新東京市の全域が停電になってしまい、
ネルフ本部は、通常の 1.2% の電力しか使えなくなってしまいます。停電の犯人と疑われているのが、この人、ではなく、この人、梶良治、停電か？ネルフ、日本政府、J レト、3つの組織に所属し、セカンドインパクトや人類補完計画の謎を探るために、いろいろなところでスパイ活動をしています。高いところもなんのその、何気に、身体能力が高いです。スパイだということは、結構バレているのですが、ネルフ最高司令官の怒り言動は、それを黙認します。問題ない。その理由がこれ。別の組織が保管している、超重要なものを、横流ししてくれるためです。超重要なもの、その1。大事上の、アダム。言動は、物語の後半で、このアダムを右手に移植します。どうしてこんなことを、するかというと、前の動画でも少しだけ説明しましたが、言動には、ある目的があり、何としてでも、それを達成しようと考えています。そのために、アダムを手にした言動は、リリスと融合。そして巨大化し、地上に到達。自ら、人類補完計画を発動させようとしています。ちなみに、漫画版は少し展開が違っていて、アダムを丸ごと飲み込みます。飲み込むと、左手に目玉が出現。使徒のように、自在に AT フィールドを発生させ、息子のシンジを助けます。超重要なもの、その2。ネブカドネザルの鍵。これは、新劇場版で、梶良治が手に入れてきた、結構ヤバいものです。ネブカドネザルの鍵を、使用した場合は、神に等しい存在になり、人に匹敵する攻撃力を手に入れます。でも、これを壊されるのは困ります。ああ、すまない。話を戻して、停電中の第三神登場し、最悪なタイミングで、人がやってきました。第9使徒ナトリエル。目から強力な溶解液を出して、地面を溶かし、ジオフロントに侵入しようとしています。一方、エヴァンゲリオンパイロット3人組は、ネルフ本部を目指し、謎の通路を進んでいきます。ここは第7刑事、エヴァンゲリオンが待機している場所です。奇跡的に到着しました。早速エヴァンゲリオンに乗り込んで、出撃。しかし、すべての設備が動かないため、自力で発進します。いつものような発進ができないため、狭い通路を進み、人の真下に到着。すでに道路の防護壁は、人に溶かされていて、溶解液をどんどん地下に流し込んでいます。とりあえずパレットライフルで攻撃。人の防御力が低かったようで、すぐに倒せました。というわけで、道路の防護壁を一つ破壊したマトリエルが、10位にランクインしました。第9位。登場回。ならない、電話。さっきの第10位の説明がわかりにくかった気がするので、今回は簡単にします。第4使徒シャムシエル。今回は物語の序盤ということで、初号機のみの出撃です。とりあえずパレットライフルで攻撃。全くダメージを与えることができず、反撃されてしまいます。シャムシエルの攻撃手段は、この、うねうねした光る触手。抜群の切れ味で、うねうねしながら前進するだけで、ビルが切断されてしまい、初号機も、なすすべがありません。というわけで、触手でたくさんの、ビルを破壊したシャムシエルが、第9位にランクインしました。第8位。登場回。
瞬間、心、重ねて。第三神登場時に、使徒が出現。初号機と2号機で、迎え撃ちます。この数日前、第三神東京市から、南西約 25km のところにある、駿河湾。海を泳いできた人を、上陸前に倒す作戦でしたが、なんかよくわからないうちに突き飛ばされ、初号機は海に水没。2号機は地面に突き刺さり、活動停止。リベンジのため、パイロット2人はもう特訓完了。今回は勝てそうな気がします。発進。この戦闘中に、さりげなくすごい兵器が出てきます。その兵器がこの槍。フィールドを展開し、人を真っ先にしました。第7使徒イスラフェル。イスラフェルは、2体に分離する特殊能力に加え、ビームで攻撃してくる強敵です。エグアンゲリオンパイロットの特訓の成果が実り、初号機と2号機のユニゾンは完璧な仕上がりになっていて、第三神東京市の迎撃設備との連携も完璧で、人を圧倒します。この作戦を考えたのは、梶良治。彼の能力の高さが伺えます。勝ちました。なんかもう、梶良治がネルフの作戦指揮官になった方が良い気がしますが、スパイ活動が忙しく、そんなことをしている暇はありません。最終的に、セカンドインパクトや人類保管計画の謎にたどり着きますが、ゼーレに内緒で、アダムを勝手に持ち出したり、どうぞ。ゼーレの命令で、冬月副司令を拉致したりと、いろいろやった結果、ネルフとゼーレ、双方の怒りを買い、帰らぬ人となってしまいます。しかし、新劇場版では、そのようなことにはならず、めちゃくちゃ出世して、ネルフで2番目に偉い、司令官補佐にまでなります。というわけで、倒された勢いで山を消滅させたイスラフェルが、第8位にランクインしました。第7位。登場回。霊、心の向こうに。第三神東京市にやってきた、第5使徒、ラミエル。登場したばかりで申し訳ないのですが、今回はここで、終わりです。